皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画では高所得貧乏ということについて触れていきたいと思います。この言葉は10年ほど前から言われていた言葉ですが、皆さんはお聞きになったことはあるでしょうか。どういう意味かというと、年収1000万円あるのに貯蓄がほぼないという人の状態のことを指すわけですが、また近頃スポットを浴びることになったというわけです。今現在生活困窮者として生きている方にとっては羨ましい限りの年収でありながら貧乏しているということは理解しづらいかもしれませんが、ある意味生活困窮者よりも精神的にきついかもしれません。そして今後の世界情勢の影響によって高所得貧乏者が増加して社会問題にも発展しそうな状況になっています。そこで今回の動画では、1、高所得貧乏ってどんなものか、2、何が原因で起きているのか、3、今後どうなっていくのか、4、私たち庶民はどうすればいいかという流れで話を進めていきたいと思います。それにしても年収1000万円あっても貧乏するという生活とはどのようなものなのでしょうか。特にギャンブルにつぎ込んでそうなっているということではなさそうですから、生き方としてとても参考になるかもしれません。またこれだけの年収があったとしても都内で住むにはギリギリだということもできるし、その異常さが際立つとともに世界レベルで進められているグレートリセットに対してどんな対策をしていけばよいか、自分たちの人生をどう生きたらよいかを考えるきっかけになればと思います。ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。そしてこの動画に共感できましたら拡散の協力をお願いします。さて、高所得貧乏という言葉はインパクトがありますが、低所得貧乏とどちらがいいのかと考えてしまいますよね。母子家庭の2世帯に1世帯が、そして日本人の6人に1人が相対的貧困になっているというのに、年収1000万円もあって貧乏とはどういうことなのでしょうか。ちなみに相対的貧困というのは年収127万円以下で生活している状態を指しています。高所得貧乏というのは年収で1000万円もありながら貯蓄が全くない人を指す言葉だそうです。貯蓄がないということは使い切ってしまっているという状態ということで、今以上に物価高騰の煽りを受けるということにおいては一般的な庶民と同じかもしれません。ではこの高所得貧乏に該当する方はどのくらいいるのでしょうか。このデータは金融広報中央委員会の令和3年家計の金融行動に関する世論調査2人以上世帯調査によって明らかになっているデータとなります。それによると、金融資産を保有していない貯蓄ゼロ世帯が 10.8%、100万円未満が 4.0%、100万から200万円未満が 4.8% となっており、貯蓄が200万円未満の世帯の合計は 19.6% になります。ということは年収1000万円から1200万円未満の世帯の約2割が貯蓄が200万円に満たないという結果になるのですが、さらに驚きなのは各年収別に見る貯蓄100万円未満の割合の推移です。令和3年での年収1000万円から1200万円世帯のうち 4.5% が貯蓄100万円未満の世帯であることが分かりました。全体で見ると貯蓄100万円未満世帯の割合は1200万円以上の世帯 2.3% に次いで低い水準となってはいますが、その増加率はすごいことになっています。令和2年との比較で考えるとその伸び率は前年比で 114% 以上にもなります。この結果は前年比 129.4% の伸びを見せた年収300万円未満の世帯に次いで貯蓄100万円未満の世帯数が増加していることを示しており、これは貯蓄額が減った結果100万円未満の世帯数の増加になってしまった可能性が高いと思います。それにしても年収1000万円あっても貯蓄が200万円未満しかない理由は何なのでしょうか。1、やはり何といっても都市部に住んでいるからということが挙げられるでしょう。つい先日の動画でも話しましたが、都内の新築マンションの平均価格が2億円を超えたという報道がありました。もはや都内で新築マンションに住むのは年収1000万円でも厳しいということになります。そして2、見栄を張るということが一番の原因かもしれません。特になるべく高級物件を手に入れたいという心理が働き、より高い物件を手に入れるために変動金利で住宅ローンを組んでいますから、今後金利の上昇に伴ってとんでもないことになっていくでしょう。住宅ローンについて付け加えておくと、頭金も少額で組んでいること、
ローンの支払い金額が年収に対しての適正金額を大幅に上回っているという実態もあるとのことです。この2つ目の原因の項目はまだ他にもあって、やはり高級マンションの次は高級外車に乗るということになると思います。高級外車というのは乗ってみれば分かりますが、国産車のように買っておしまいというわけにはいかず、いわゆる維持費も結構お金がかかる乗り物です。例えば大したことない修理でも30万円かかるということはよくあることですし、なぜか車検代金も一気に高くなります。当然ぶつけたら直すことになると思いますが、これがまた国産車とは桁違いに高いことになります。ぶつけたまま乗っているというのは見えっ張りにはできないことなので、何を置いても直すことになると思います。そして最後3、周囲に影響されるというものがあり、これはご近所様がやっていること。例えば子どもの進学でも私立の中学校に行かせたくなりますし、そうなった場合学費は公立の約3倍かかります。また自治体が行っている就学支援金制度のようなものがありますが、年収1200万円の場合対象外となることがあり、そういった行政からのメリットも受けにくい立場にいるということも原因となります。以上のように所得は高いのにいわゆる貧乏と言われてしまうのは、ギャンブルなどをしているわけでもなく、高級マンションに住み始めたばかりに見栄や周囲の生活レベルに合わせることによって自然と生活コストが増えていくということが起きてしまうということなのですが、今後どのようになっていくのでしょうか。住宅金融公庫の資料によると、25人に1人が住宅ローン返済に困窮しているといいます。つまり 4% ということですが、審査が厳しい銀行の住宅ローンの場合 2% ほどとなっています。住宅ローン破綻を引き起こしてしまった理由で一番多いのは、勤務先の業績不振による収入減、リストラが挙げられます。これらは今の世界情勢からするともっと増えることになるので、それに伴い支払いに困窮する人が増えることになると思われます。今、政府による電気、ガス、ガソリン代への補助事業が展開されている状況でも料金滞納が止まらないという状況なのに、補助事業が終了する10月になったら一体どうなってしまうのでしょうか。世界情勢は以前のように戻るということはありえませんので、今よりもずっと高い生活コストと向き合わなければならなくなります。それは企業でも同じことで、製品コストは上がり、それを価格転嫁すると生活コストが高くなって消費能力が落ちている消費者は買い控えすることになるでしょうから、企業の売上減少は決定的となります。物価高の波は水道光熱費だけではなくて、宅急便などの運送費もかなりの値上げを発表していますし、10月からは銀行の振込手数料が驚きの960円となります。ものづくりだけではなくサービスの部分まで価格転嫁が始まっていますから、今年の秋以降の経済状況は一体どうなってしまうのか全く分かりません。話のまとめとして、私たち庶民はどのように対応していけばよいかということですが、やはりどう考えてもかなりの経済ショックは起きるということは覚悟しなくてはいけません。それぞれの家庭で何を準備しなくてはならないかを明確にし、集中して取り組む必要があると思います。それは食料備蓄であったり、電気・ガス料金が一気に上がる10月以降、つまり冬に向けた暖房対策を急ぐ必要があるでしょう。ここでポイントは、毎月のように値上げが実施されていますから、今この瞬間が最安値ということですぐに購入することです。後に回せば回すほど高くなってしまいます。具体的な方法についてはこのチャンネルでもいくつか動画を作成しておりますので、そちらを参考にしていただけたらと思います。我が家の電気料金高騰対策はいろいろと試した結果、一つの結論に達しました。それは電気料金高騰に対しての最強の対策は電気を使わないことです。なので冷蔵庫と給湯器以外の電気は基本的にソーラー発電とポータブルバッテリーをフル活用しております。照明関係は充電式の単4電池を使用した人感センサー付きライトを階段や脱衣所に設置し、リビングにはやはり充電式単1電池使用の LED ランタンと充電式 LED ランタンを起用。家族3人分の LED ランタンもあって、家の中の移動とともに持ち歩くという感じで、できる限りソーラーパネルからの充電で賄うようにしています。充電式電池やソーラーパネルなどの初期投資はかかりますが、充電式電池に至っては好評2100回の充電が可能で、3倍嘘でも700回の充電が可能ということで、使い捨て電池を大量購入するよりもコスパが良いと判断していますし、元は取れると思います。詳細は概要欄に商品リンクを貼っておきますので参考にしてみてください。いかがだったでしょうか。あらゆる立場の人たちがそれぞれの事情で大きな試練が降りかかっているということを理解していただけましたでしょうか。
高所得貧乏という人はどんどん増加傾向にあるということですが、住宅ローン破綻者や生活困窮者の増加も合わせて増えていくことになります。その際に世の中はどうなっていくかというと、おそらく治安は悪化していくと思います。例外なくほとんどの人が収入源や支払い困難という状況に置かれてイライラが募っていることが予想されますから、些細なことでいざこざに発展してしまうかもしれないし、暴力沙汰になる可能性もあります。なので犯罪に巻き込まれるという危機管理もしながら生き延びる方法を考えて準備していきましょう。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。